一番初めのプロットではああいう世界じゃなくて、ちょっと近未来の日本のデパートのエレベーターに閉じ込められた人たちの話だったんですよ。まあ本当に自主制作として最後の卒業制作のつもりで撮ろうとしてたんですけど、それが運よくインディーズムービーフェスティバルという映画祭でグランプリをいただいて、その援助を得て劇場用作品として作れるということになりまして、そんだけ大きく作らせてもらえるなら SF も好きだっていうことで、全然違う異世界の話にしてしまうと。エレベーターっていう設定だけ生かして全く異次元のお話にしてしまおうっていう発想で、もう自分の大好きな空想の世界を作り上げていきました。愚者っていうのはまあ漢字で書くと愚か者っていうことで、愚か者が瓶に詰まっていると。缶詰じゃなくて瓶詰めっていうところが瓶なので、その詰まっているのを外側から眺められるっていう、そういう意味も含めて、あとは愚者っていうものが潰れる擬音をかけてます。とりあえず一番こだわりを持っているものの一つに世界観があるんですけど、結構その独特の世界を表現するために美術がかなり重要な役割を占めてまして、美術のイメージとしては美術監督に参考にしてもらったのがジャンピエール・ジュネのロスト・チルドレンとかテリー・ギリアムの未来世紀ブラジルといったちょっと独特な雰囲気を持った SF 映画を見てもらって、こういう感じの美術をやりたいと。特にその中でやっぱ舞台になる移動軌道が重要だったんですけど、そのイメージはかなり大きめのエレベーターで鋼鉄でできてて、機関車のような車輪がついてて、そいつが壁を垂直に登っていくっていう。しかもそれが何百個もあって、みんな普通に電車に乗るように使ってるっていう、これをちゃんと美術にして成立させてほしいっていうのを頼みましたね。設定として世界のイメージが今のこの現実の社会よりかはバイオテクノロジーが発達していて、デジタルっていうよりかはすごくアナログな感じで、でも多分今の現代よりかはいろんな技術的には発達している。未来だけどアナログな感じっていうのを重視して、結構レトロな感じを出した小物っていうのをまず自分でスケッチ描いて、それを元にまた美術監督がいろんなデザインを出してきてミーティングの中で作っていった感じですね。基本的に僕自身結構映画を作ったりストーリーを考えたりする上でインスパイアされるものっていうのがすごい漫画が一番影響が大きくて、その中でも結構 SF だとかホラーだとかそういった漫画が好きで、よくその中でもマニアックなものにはまっていくんですけど、そういうのを読んでそこから結構いろんな発想を得て物語を書いたりするんですけど、今回の武者の瓶詰めに関してもやっぱりアキラだとかブラムだとかそういった漫画の影響を受けて描いてる部分が大きいので、漫画が一番影響を受けてますね。クランクインするまでに結構時間があって、まあ一つにはその移動機とのセットが完成するまで3ヶ月もかかってるんで、その間役者さんスケジュール結構空けてもらってたのに何もできないという期間がありまして、その間は結構みんなで稽古をしてっていう日々を繰り返してたんですけど、あんな世界の中でもリアリティをちゃんと出せるような緊迫感を重視して、それでありながら個性的なキャラクターを全部ちゃんと生かして稽古の中でみんなで作っていったっていうのは大きいですね。アクシデントは多すぎて、まずプロジェクトが始動してから全てが終わるまでに2年ぐらいかかってるので、その中でやっぱりさまざまなことが起こりまして、ただまあ撮影中のやっぱアクシデントっていうのはアクシデントなんですけど、撮影してる間なんですごい何が起こっても楽しかったですね。周りのプロデューサーとかはすごい大変そうだったんですけど僕自身はもう楽しんでました。クランクイン初日の東京駅とかは2カット撮っただけで追い出されちゃって、ちょっとスモークを焚きすぎて東京駅の構内に流れ出しちゃって、火災報知器が鳴り出しちゃって、警備員さんがたくさんやってきて2カットで撤収しましたね。楽しかったです。まあ一番好きなのはやっぱりラストシーンなんですね。東京タワーが映る瞬間
ほんの15フレームぐらいなんですけど、あれは結構何度見ても鳥肌が立つような感じで気持ちがいいですね。苦労したっていう意味でも時野が大きい方の囚人を撃って一瞬時が止まってしまうっていうタイムスライスのワンカットを撮るために一晩中本当に朝まで役者さんとかも拘束して突然の思いつきで一晩中やってしまったんですけど、ああいうのは面白かったですね。自分で全部絵コンテ描いてデザインして、その中で気に入ったのは白い防護服の男たちなんですけど、あれはもうなんかままマスコットにできそうなキャラクターで、しかももう自分がデザインした通りに衣装の学生さんだったんですけど、デザイン通りに上げてきてくれたんであれはすごい気に入ってますね。あとはあれですね、脳みそのペットがいるんですけど、バオバブって言って美術で一番初めに出来上がったのがあれで、美術監督もあれにはすごいこだわりを持って作ってたんであれもお気に入りですね。細かいところまで設定は一応作ったんですけど、大昔に地上にいたある何らかの団体がいて、宗教団体だかなんだかが周りの弾圧に耐えかねて地下に逃げたと。でそこ地下で生活しているうちにどんどんアリの巣のように地面の下の方に自分たちの居住空間を作っていくうちに、地震か何かの天変地異が起こって地上との間の交流が完全に断絶してしまい、自分たちがどこから来たかっていうそういう伝承されるべきものも何もかもなくなってしまって、地下に閉じ込められた人たちっていう設定を作って、ある種地底人みたいなイメージで、だからその人たちは地下とかいう概念はなくて、完全にそこだけが自分たちの世界で、上に何があるなんてことは分からなくて、ただ一部の人間だけが地上の存在を知ってて、それを隠してて、そいつらがその世界を牛耳っていると、そういう設定にしてみました。囚人の小さい方が死んだ後にうじゃうじゃ出てくるシーンがあるんですけど、実はあれは囚人の方が双子で全くそっくりの弟さんがいらっしゃるということを撮影中に聞いて、ああだったらこれはもう面白い合成ができるっていうんで思いついてしまったシーンなんですけど、ただ弟さんはもう本当に役者さんとかじゃなくて一般の方なんで、スキンヘッドも眉毛剃るのも無理だということで、じゃあハゲ面を作りましょうと、とにかくリアルにしてほしいっていうことを頼みまして、そしたらもう見分けもつかないようなそっくりな双子が出来上がったんで、これはすごかったですね。初めに考えていた愚者の瓶詰めっていう映画でやりたかったことの何割が実現できたかっていうと、それはもう4割ぐらいですかね。初めに書いた脚本だと本当セットも10個ぐらいあって、移動軌道とプラットフォームがあって、その先にあるそれぞれの街っていうのを作ってみてたり、そういったシーンがいろいろあったんですけど、やっぱりそういうのは省かれていって、今の形になってるんですけど、そういう意味でワンセットものの密室になったんですけど、それはそれでやっぱりそれが良かったなと思ってますし、それ全部作ってたら逆になんか散漫な感じのものになってたのかもしれないなとも思って、ただ編集でもまた構成をいじくったりして撮ってあったけどカットしちゃったシーンっていうのもいろいろあって、それによって結構つながりが矛盾しちゃったり、伏線を張っておいたんだけどそれが生かされなかったっていうシーンがいろいろあって、全体通して見ると苦戦かなと思いきや何でもないっていう展開になっちゃってる部分がいろいろあったりして、そこはちょっとやっぱ悔しいですね。ただ出来上がったものには満足してますと、そんな感じです。テーマは思い込みを描きたかったんですけど、ただ普通に思い込みっていうものを描くんじゃなくて、主人公の思い込みを一応ストーリーの軸にしてるんですけど、それとは別にこの見てる人自身も思い込みを体験していただいて、最後の最後でそれに気づいてもらって、思い込みっていうもの自体をこの映画を通して体験してもらうということを狙いにしてました。例えばもう本当に参加する人は全員役者さんであろうとプロのカメラマンであろうと全てノーギャラっていうルールがあって、その中で仕事とかギャラとかそういうことじゃなくて、
いい映画になるはずだからいいものを作りたいっていうことを思ってくれた人だけが集まってきて作り上げたっていうのが重要だったと思うんですけど、例えば美術で必要なものがあるけどまずは買わずに材料を集めに行くと、スクラップ工場だったりネジの工場にもらいに行ったりっていう、そういうことから始めてみんなで作り上げていくっていう体制で作ったことによって、スタッフもキャストも一緒になって作り上げるっていうのを体験できたのが作品のクオリティにもすごい現れてて良かったなと思いますね。このインフェスの援助作品っていうのがとにかく自由にやらせてくれるっていう、自主映画の一番のメリットっていうのがそこにあって、誰かが指図して口出ししてきて内容を変えなきゃいけなくなったりっていうことがなくて、その中で本当に自分たちが面白いと思っているものが作り上げられるっていうのが自主映画のメリットで、それを生かして劇場公開作品でありながらそのインディーズ体制をとって、プロデューサーも中身に関しては何も言わないっていうことを徹底していただいて作り上げることができたっていうのがやっぱり良かったですね。この作品は見ていただいた方によっていろんな解釈ができる作品だと思うんですが、僕の中での答えというか正解っていうのを一つ作ってはあるんですけど、それ自体に気づいて同じ解釈をしてくださる方っていうのは多分5割6割ぐらいの人なのかなっていうふうに作ってる時は思って作ったんですけど、意外に気づいて逆にそれを踏まえた上で2回目を見てくださる方とか結構いらっしゃるみたいで、そうするとまた全然違う発見があったりする。これは素晴らしかった。これはとにかく感動した。感動しました。そういう楽しみ方ができるようなので、2回目見ると全然違うことに気づいたりとか、一度見終わった後またいろいろ考えていただいて2回目を楽しんでもらえたりしたら嬉しいです。ありがとうございました。